こんにちは、ノリスピロリンです。スザンヌです。今度ね、11月の25日からネットフリックスでチャン君の操作された都市が配信されるようになりましたね。イエーイ。もう私この操作された都市10回以上見てるんですけど、スザンヌは私は1回すいません。なんでぜひスザンヌもこれね見ます結構短いんでね、何回も見てるうちにね内容分かってくるんですけどね、ね結構難しいもんね。なんか難し内容というか近未来みたいなね、近未来サスペンスアクションって、なんちゅうねいろいろ盛り込まれてるって感じなんですけどね、なのでねちょっと難しいのもあるのかな、難しいしなんかちょっと辛かった。そう、内容がね初めの方すごく辛いんでね。これ今まで何度か動画でも紹介したことがあるんですけど、今回ネットフリックスで、放送されるっていうことなので、ちょっとこちらの方も今日は見どころと紹介させていただきたいと思います。この映画なんですけどね、チチャウクが演じるのは、ゲームの世界ではもう頼もしいリーダー、もう神って呼ばれてる頼もしいリーダーでも、現実世界ではねただのゲームオタクな婚友の役でチャン君出てるんですね。もう見どころって言ったらね、このドラマ初めにバーチャルな世界のオンラインゲームのゲーマーたちと一緒に戦ってるシーンが初め出てくるんですよ。もうこのねシーンねすごいかっこいいよね。かっこいいね。ねえ、もうその婚友が隊長やってて、みんなをフォローしながら倒していくみたいな。もう本当にゲームの世界のを、チャン君だけが現実で戦ってるんですけど、もうあれねワイヤーアクションありの、もうそのワイヤーアクションをするのにもうチャン君も暑い夏の時期にアクションのシーンのためにもうとてもたくさん練習したって言ってね、もうこれはこれでぜひチャン君のアクションをね見てほしいですね。ワイヤーアクションかっこいいんで、でまたね激ヤチックなんがねチャン君似合うんですよ。でその上チャン君顔がねもうどちらかというと漫画調じゃないじゃん、そうですね。もうイケメンやもんね、もう大画面にも映えるっていうのがすごいよね、スザンヌすごいですね。あれやっぱり大画面テレビで見るのと、映画で見るのと違うよね。違うよね。なんか日本の俳優さんと嵐の松潤がそうですよね。なんかもう花壇の時かな。花壇の時にね、実はスザンヌと2人で花壇見に行ったんですよ、映画。でその帰り道ね、スザンヌと2人でやっぱり松潤は大画面に耐えれる顔よなって言ってね。かっこよかった。もう道明寺にハマったよね。あの頃ね。特別松潤好きっていうわけじゃないんですけどね。画面見たらやっぱり松潤一番かっこよかったね。かっこよかったねみたいな感じ。このねチャン君も顔はすごい整ってるんで、もう絶対大画面に負けへんっていう顔やもんね。そのチャン君がもうボロボロになりーのっていう映画なんでね、これもうこの映画まず初め見てほしいのはオンラインゲームでゲーマーたちとゲームをしているバーチャルな世界のチャン君なんですけど、もうそれがいきなり現実世界に戻ってくるんですよね。でその後体調オフ会しようよとかいう話になるんですけど、現実世界では本当にお金がなくって、ネットカフェにいる普通のゲームオタクなんですよ、チャン君の役は。このねでもネットゲームをねチャン君も実際インタビューとかでこの役作りどうしたかっていう話で、チャン君もね結構学生時代ネットカフェでゲームをしたりしてたらしくって、もうその点は役作りしてないらしいこと言ってましたね。なんかでもチャン君の中でもうどれほど悔しいんで憤慨したら、もう平凡だった人物があんな勇敢になれるのかっていうのをねすごい考えてこのドラマ撮ったらしいので、でもその中でこの映画を撮った、パク・クワンヒョン監督はもうこのチチャウクの顔は漫画的な感じがあると、もうまさにね、もう劇画チックというね、イケメン、もう出来上がったイケメンやもんね。それがぴったりだと思ってキャスティングしたらしくて、もうチャン君的にはその漫画的な部分に不安感があったらしいんですけど、いろいろと監督とねやり取りしていく中で、これはいい作品ができそうだっていうので出演決めたっていう感じのことインタビュー言ってたんですけど、もうこのドラマ本当に初めの
3分16秒でチャン君が殺人犯に仕立て上げられます。もうね、そのネットカフェで携帯電話を拾うんですけど、でそこにその携帯に電話がかかってきて、お礼をくれるって、持ってきてくれたお礼をくれるっていう、そのお礼につられて、指定された部屋にその携帯を届けるんですね。その後家に帰って、でそして朝起きたら捕まってしまうっていう、それも未成年を惨殺したっていう、全く身に覚えのない罪で、もう凶悪犯刑務所に投獄されちゃうんですね、ちゃんくん。もうその時ね、何もよくわからぬまま、でももう全部その証拠がなぜか証拠がどんどん出てきて、コインユーが犯人だっていう証拠がねどんどん出てきて、でどんどん追い詰められて刑務所の中に入ってしまうと、今度刑務所の中ではもうマッドクスって言って、もう覚えてる？あの顔、あれもうね、顔からして悪の、もうなんか悪のそのマドクスを、頂点にしたもう受刑者のヒエラルギーがもう出来上がってるんですよね。初めての時に目つけられちゃって、コンユが、でもう想像を絶するひどい扱いを受けます。もうそのひどい扱いね、見ただけでしんどいよね。しんどい。で、こんなことまでされんのっていうことまでね、される。もうチャンクファンが一番辛くなる場面よね。もうここを我慢して、でもまあ辛いのがずっと続くんですけどね、このドラマで、この映画何があって、もうそこが長いんだね。初めしんどいよね。それだけに最終爽快やっていうのがあるんですけども、なんですけども、2番目の見どころは、もうこれね、投獄されてからお母さんが面会に来てくれるんですけど、そのお母さんが面会に来て、実はあなたの無実を証明してくれるという人が現れたと、だからもう一回再審する請求を今してるんだっていう話をするんですね。それでお母さんに、私はそんな犯罪者のお母さんになるのは嫌やと、あなたも頑張りなさいって言われて、コンユは生きる気力をなくしてたんですけど、そのお母さんの言葉で生きる気力を持って、頑張ろうと思うんですけども、またそこにもそこにも悲劇が待っていて、そのお母さんがなぜか自殺して亡くなっちゃうんですよね。でその日もう独房でコンユのところにお母さんの幻っていうかな、幽霊っていうかな、なんやろうね、お母さんが現れるんやね。お母さんの幻みたいなのが現れて、そのお母さんの幻みたいなものに抱きしめられながらコンユが泣きます。もうこのシーンも圧巻。この間師匠がね、ここのシーン圧巻でしたって言ってください。ここも見どころです。そしてコンユは脱獄を決意します。そして脱獄したところでゲーマー仲間の、対人恐怖症のハッカーに助けられるんですね。でその役をしてるのが新聞記者とかでも有名なシム・ウギョンさんなんですよ、この方なんですけど、そのシム・ウギョンさんに連れてこられたウギョンさんの家で久しぶりに外でご飯を食べた時のコンユのもう泣きながらご飯を食べるこのシーンもね圧巻なんですよ。もうチャン君のねやっぱり演技力すごいよね。このなんか節々にかっこいい演技力と、もうその泣かせるというか、なんか感情的な部分を、上手に表現してる、チャンすごいよね。すごいよね。ねえ、もうここも見どころです。まあそこからもう怒涛のごとく物語が進んでいくので、もう最後までもう目を離せないっていうような映画なんですけども、もうこの映画ね、パク・クァンヒョン監督はもうチチャンクには驚きましたと、天性の俳優ですと大絶賛だったらしいです。で武術の監督についても、もうチチャンクはアクションがうまいと、習得が早いんですと、もうねこの最後の特に最後のカーチェイスのシーンもね、緊張感だけでなくもう爽快感もあるので、ぜひ見てない方はもちろん、見た方もまたぜひ見てほしい一本ではあります。そして
ご家族でこれ旦那さんが見ても面白いと思うんですよ、私実は息子にも夫にも見せたんですけど、結構面白かったって言ってたんで、ぜひご家族で見てほしい一本になっております。ということで、もう今日はまた熱くチャン君の操作された年を紹介させていただきました。今日のコメント紹介させていただきます。あつこさんからです。いつもあつこさんありがとうございます。ファンが選んだチャン君の好きな部位ベスト5にいただいたコメントです。ピロリンさん、スナンさんこんばんは。チャン君の好きな部位、なんてエロい響きなんでしょう。確かにちょっとこれエロいよね。エロいよね。部位ってね、なんかハッシー教授から言わせみたいな、部位ってなんか肉屋さんみたいなみたいなこと書いてくれてたような気するんですけどね。確かに確かにたくましい肩や腕、目力いろいろありますが、私はハムハムする唇が大好きです。もうみんな大好きです。スランド大好きです。一番好きです。しばし妄想結局全部好きなんですけどねといただいております。もうね、チャン君のハムハムね、ほんまにハムハム上手よね。上手。私またアラパトのショヤの見たらやっぱりすごい上手ですね。上手。なんやろうな、なんかやらしくないとか汚くないというかね。そうそうそう。そうなんですよね。なんか女性もなんかふわふわみたいなね。そうそうね。でもハムハムしてる時なんだかちょっとね、なんやろうね、なんかこう水っぽいものがない一応がすごいよね。あれも大変やろね。大変やと思うね。ということで、皆さんやっぱりハムハム大好きです。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新させていただいてます。このように字幕つけておりますので、ぜひ字幕ボタンを利用してご利用ください。少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリツピロリンでした。スダヌでした。アニョーン。